オタク FM アニメ&チル。皆さんこんにちは。アニメオベイミーレビアタン役の多田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーや配信中のアニメオベイミーなどさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。さあ今回のゲストはこの方です。2回目どうぞ。もう一人のサトシことベルフェゴール役の大西聡です。はい、ありがとうございます。よいしょ。お願いします。元気やな。はいどうした今日急に元気やんか。今日は元気にやっていきましょう。おお、今日なんか前回さ徐々にヒートアップしていったけど、今回は最初から盛り上げていきましょう。大丈夫？バテへん？バテるかもしれない。バテないねそのテンションでいくなら最後までそのテンションで、突っ切ってほしいんですけども、はい、今回のこのラジオっていうのはアニメオベイミーの第2話、はい、見ないでのアフレコ終了後に収録していますと。はい、この番組をお聞きの皆さんはもうご覧になったんじゃないでしょうか、ね、ゲームをプレイされている方もね見ていただいたと思います。はい、2話ね。2話ですね。2話ね、大変そうでしたね。大変そうでしたねというかコスプレというかね、はい、コスプレ会ですよ。そうです、コスプレしてましたね。コスプレ会言うてもごく1名やけどねそうですね。ね、1名コスプレしてまして、大西ちゃんはコスプレするよね。僕コスプレはしないですよ。したことないです。嘘つけよ。僕知ってるよ。大西ちゃんの YouTube チャンネルをずっと見てるからね。いやいや見ないでください。見ないでくださいさ、全世界に公開されているものを見ないでくださいって拒否る権利あると思う？ないよ。あります。あんの？加田さんだけ見ないで。なんでやねんお前こんな仲良くしてる先輩にそういうことよう言うなほんまたまらんわ。鳥の格好して歌ったりしてるやんか、あれはコスプレじゃないの？あれは仮装です。仮装。どう違うんかも俺よく分からへんねんけど仮装パーティーです。仮装パーティー一人でやったよな。一人でパーティーして一人でパーティーしてたの？今度やるときはぜひ呼んでください。嫌です。冷たないさ冒頭やねんまだ走り出しがえぐいわほんまにでもアニメ中で、やっぱベールがベルフェを連れてきたやんか。そうですね。MC ちゃんが帰ってしまった後、一旦帰ってしまった後の話ということで、描かれなかった部分ではあるわけですよ。でその中でやっぱり MC ちゃんがいた時は打ち解けられてた7兄弟もどうしてもちょっといなくなったことによって、ベルフェとのぎこちなさっていうのがね、残ってたのかなっていう感じがしたんですけども、あれどうやった？やっぱベールに連れられて、レビの部屋来るやんか、あの時のベルフェの気持ちとしてはやっぱ緊張とかしてたのかな？そうですね。ベルフェ自身としては、みんなとの距離をなんか感じてるっていう感じですね。そうよね、気使ってなかったしっていうセリフもあったもんな。そういうところを、ベルフェ自身もちょっと詰めていけたらなっていう風に考えてるところもあるんかもしれんよね。ベルフェってなんか意外と、自分マイペースに見えるけども、結構周りのこと見てるよね。そうですね。割と頭のいい子というか、切れる子っていうイメージありますね。なんかそういうところもあるから、やっぱ周りの敏感なところとかっていうのも、感じてるからこそのそうやってね、兄弟との打ち解けっていうのも意識してるんかもしれへんよね。そういった意味でも第2話もう一回見直してほしいと思うんですけども、ただ僕の見どころとしては、花ルリルルンですよねそうですね。花ルリルルン頑張って言ってましたからね。そう可愛い声を出すってどうやんねやろうと思って、なんかねチューズミの時の、オーディオドラマ聞いてもらって分かると思うんやけど、大判焼きの王ちゃんもちょっと声変えたんよ。そうですね、変えてました。あそこまであそことどうしても差別化したいっていう俺の中の勝手な意識があって、大判焼きの王ちゃんはっていう感じやってん。モンスターモンスターモンスターって言うなお前ただ、花瑠璃ちゃんはやっぱ美少女で可愛らしい感じやから、なんか美少女っぽく出したかったんけど、出せてたと思う？おっさんが入ってたかもしれないですね。おっさんって言ったなもう変わらんぞあんまり年齢的には。おっさんっていうのは気持ちだけはいつまでも若いつもりでおんねんから。いろんな見どころがあると思うんですけども、まだご覧になってない方はぜひね見ていただきたいと思います。さあ第2回始めていきますか。Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS でこの番組の感想などもつぶやいていただきたいと思います。ハッシュタグオタク FM、アルファベットで OTAKUFM です。
番組を聞きながらのつぶやきもお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルスタートです。テルミーイエーイイエーイ。はい、こちらは留学生の皆さんから送っていただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。はい、それでは早速紹介していきましょう。大西ちゃん、どうぞ。はい、それでは、グレンさんからいただきました。はい、オタク FM イエス復活&アニメ配信おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そこでなのですが、アニメ化決定記念特別番組のオベイミーボーイズインザボーイズインザハウスでの裏話があれば教えてほしいです、はい、あとオベイミーのセリフ記憶ゲームで MC ちゃんを頭に乗せるのが遅かった大西さんに語尾にピョンをつけて喋ってほしいですとのことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あれそうやんな、俺覚えてるで。何ですか？俺収録の時は、はい、自分が遅かったなって思ったから自己申告したけど、はい、気づいてたらしいな。何のことかちょっと分かんない。自分が一番遅いって自分気づいてたらしいな。そんなことないですよ。お兄ちゃん、原さんが僕の言葉持ってくれたんかなって思った。そうやでって騙されるかもうきりお前バレてたからなみんなに実は遅かった大西さんみたいなツイッターの投稿を見たわ。ごめんなさいって思いながらということでピョンをつけて喋っていただけますか？嫌です。ピョン。おか否定されるかと思ったらやってくるっていうそのフェイントやめてかいでしょ。こっち可愛かったわ、ほんままあ裏話なんかある？裏話ありますか？はい、あれって言うてみりゃ、はい、みんな揃って一斉に撮ったんが初めてやったやんか、はい、で意外と近い距離で座ったのもなんか初めてやったから、ね、なんやろ、相手との体の触れ方とか距離の取り方とか、はい、意外とみんな探ってたよね。そうですね、探りです、ね、探りなんか距離感ない感じながら座ってたけど、はい、一番何も考えずにマイペースにおったんは、はい、真ん中におったやつよやつよね、はい、誰とは言わんけど隅深夜やね言いましたね、彼はすごいマイペースやったね俺の中でいっちゃん楽しそうやなって思った。自由でした、ね、自由やった、もうそういった意味でもねTBH 見直してもらったらほんまにね、はい、みんなの距離の詰め方とか、はい、だんだんちょっとねラフになっていってるんですよね。そうですね、ちょっとずつね回を追うごとに、はい、そういったところもねちょっと注目してまた見ていただきたいとは思うんですけども、はい、はい、続いて、僕が紹介しましょうかね。はい、お願いします。クリスさんからいただきました、はい、大西さん、声優になったきっかけは何ですか？教えてくださいとのことです。はい、きっかけがですね、2つぐらいあるんですけど。2つあんねや、はい、1つは単純に声素敵だねって中学校ぐらいの時に友達から言われたのがあって、すげえ、はい、でそれで、嬉しいなって思って、でその時はそれで終わったんですけど、はい、そのちょっと後に、はい、僕喋るの好きだけど喋るの苦手だなって思ったんですよね。好きやけどちょっと苦手やなと思ったので、じゃあもう思い切って声優目指したら、もう苦手なこと克服していったら、好きなこと苦手じゃわかるよ好きやけど、苦手を克服してそれを仕事にできたらもっと素敵なことになるよねっていう感じのことよね。さすが。いやさすがでも声いいよね。ありがとうございます。声素敵って言われるの分かるわ。よく言われます。ありがとうございます。よく言われんのかい自分を上げていくスタイルやめほんま。逆にいいよな。俺声が、俺結構な、なんていうの、トラウマというか、なんか自分の声好きじゃなかった。あ、そうですか。でもめっちゃ低い声に憧れてて、それこそ山さん、低い声出した山さんであったりとか、矢口恭平さんであったりとか、そういう低い声、いい声、特に隅深夜もそうやんか、いい声出すやん。ああいう声にめっちゃ憧れてて、中途半端やねんな俺の声って。でこの世界に入って、ウェイミーをさせていただいて、もうそうやねんけど、皆さんからいい声って言ってもらえるようになってきて、僕も思ってますよ。おい出れてくるな急に心の準備をさせろほんまびっくりするやんけ。嬉しなっても笑顔やわ今、ただそう言ってもらえてちょっと今自信を持てるようになってんな。
だからありがたいなと思って、誰かがそういう風に言ってくれることってやっぱ自分にとってね、自信につながるから嬉しいことよね。はい、はい、何通紹介したっけ？今2通ですね。はい、今日は以上です。はい今日も2通しか紹介できなかったけどまあありがとうございます、ね、ありがとうございます。たくさんいただきまして、ね、はい、ちょっとしか紹介できないのは申し訳ないと思うんですけども、でこのコーナーではね、留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています、はい、各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。はい、はい、こちらは留学生の皆さんにオベイミーの登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを考えて送ってもらうコーナーです。はい、優しくいきましょうね。優しくいきましょう。はい、はい、それでは早速紹介していきますか。はい、では大西ちゃんから、はい、お願いします。一言目、エメリーさんからいただきました。海外の方ですね。はい、静かにしないとバレちゃうよ。あとちょっとでルシファーが僕らの罠にかかる。いたずらっ子、いたずらしちゃうぞつって、はい、まあ可愛らしいですね。いいですね。ね、いたずらしてるにもかかわらず、ちょっと可愛らしい感じで、もうこんなんで誘われたらやっぱ乗っかっちゃうもん乗っかっちゃうよ。乗っかっちゃいますね。乗っかっちゃうよ、こんなもんずるいわどうしよう、じゃあ俺もつぶやきます、っていうかはい、ちょっと物言いやねんけど、はい、ルシファー、ベルフェがゲストって、はい、ゲストでその募集しますって書いてあったやんか、はい、やっぱりルシファーとベルフェのメッセージが多くて、はい、レビ当てがなかなか見当たらなかったんだなそうですね。そんな中で、はい、ありましてん。ありましてん。やった。いいですか？どうぞ。カエデデンさんからいただきました、はい、レビアタンでその寝落ち通話的なって書いてあります、はい、寝落ち通話です。いきます。なんで突然寝落ち通話だって？別に理由なんて。もうお前の声が聞きたくなっただけだから悪いけど、寝落ち通話とか初めてだし、オンラインゲームでするボイチャとはちょっと違うくていいでしょ。ありがとうございます。俺らがふーって言うのなんだよ俺らが興奮してる感じ、何これマジですね。はい、なんか一言です。一言さ、はい、ささやいてほしい一言ゼリフって言ってんねんけど、はい、俺のレビアタンの一言ってこんな長い、はい、皆さんのイメージ長い、皆さんの中のレビイメージがもうどんな感じなんかっていう感じわからんようになってきてるけどはい、はいはい、じゃあ、続いていきますか、お兄ちゃん。はい、はい、じゃあ続いて、あたそさんからいただきました。はい、ささやきっていうか、叫んでもらっても一向に構わないので、なんとかして聞きたいのでこれをお願いしますということで。ほー、気になりますね。叫んでもらう、はい、じゃあそれではお願いします。最低、最悪、バカ、変態、オタク、引きこもり。ちょっと待って、はい、何ですか？悪口やんこれあれやろ、ゲーム内であったやつやろ。そうです。しかも、はい、誰に対してかっていうと、はい、レビやんなそうですね。はい、さ、何ですか？隣に大日ちゃんがいて、はい、まあこれを言われるわけやんか、はい、で前回のオタク FM と違って、はい、アクリル板でちゃんと表情も見えるわけやんか、見えますね。ちょっとゾワッとしたよね。ゾワ？来るものがあったよね。何ですか？興奮新しいなんか扉を開く感じがする開いてはいけない扉が開いてはいけないかどうかわからへんけど、最低最悪バカ変態オタク引きこもりですか？はい、そうですねオタク引きこもりはいいさ、はい、変態はないさもう
オタク引きこもりが一番最初に来てほしいのに、はい、ただ公式の、文章でそうね、これをフルボイスで聞いてみたかったっていうことなんでしょうね。そうですね。ただ皆さんに一言、注意じゃないけど、言わせていただきたいのは、皆さんにちょっと考えてきていただきたいですなので公式のこうやって今回読ませてはいただきましたけども、公式のセリフをこうやって読んでほしいですっていうコーナーではないので、できれば皆さんに考えていただければありがたいです。で、皆さんのオリジナルの一言っていうのを僕らがね喋らせていただくということなので、ここでちょっと大西ちゃんに優秀賞、お選びいただきたいです。そうですね。今回紹介した中でね、3セリフぐらいかな。そうですね。じゃあ一番最初の静かにしないとバレちゃうよ。あとちょっとでルシファーが僕らの罠にかかるのエメリーさんからいただきました。このセリフが優秀賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。やっぱオリジナルのセリフでね、お兄ちゃんが気に入ったということで、でさっきなんで皆さんに考えてほしいって言ったかっていうと、このコーナーで優秀賞に選ばれた一言セリフは、後日、ゲームのホーム画面でキャラクターが喋るボイスとして実装されるかもしれませんと。かもしれないなのでわからないですけどもね、選ばれたら実装されるかもしれないので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。なので皆さんのね考えた一言ウィスパーのセリフをね、ぜひどんどん送っていただきたいと思います。お願いします。短くてもいいですしね、長くてもいいです。たくさん送ってください。各 SNS からハッシュタグオタク FM ウィスパーミーをつけて投稿してください。ウィスパーミーの綴りはアルファベットで WHISPERME です。長い。以上ウィスパーミーでした。リスミー。こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからオベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。それではお兄ちゃん、曲紹介お願いします。ベルフェゴールでドリームスケープです。僕らの話をしようよ。眠い目くすってさ、疲れたらたまには僕とゆったり昼寝でもすればいいよ。別にこれくらい普通でしょってスラスラ言えてた言葉たちも、あんたの前ではうまく言えないな。なんか胸がキュッとするんだ。どめどなく溢れる会いたい気持ち、なんでだろうな、またわかんないな。明日も明後日もその先も僕はずっと待ち続けるだろうな。ララララナナ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  Yeah yeah。 お兄ちゃん、この曲ですけどほんまにいい曲やね。もうめっちゃ大好きですこの曲ね。いや難しない？めっちゃ難しかったです。力強いな。ただね、難しい分、やっぱめちゃくちゃ素敵な曲だなと思いました。歌える気せえへん俺絶対。そうですよね。どういうことやそうでしょうねってないやいやめっちゃすごいなって、やっぱ歌うま族やな思って。ほんまにいや練習してんねん実は。この曲ですか？この曲を知らんやろうけど、だから、上手に歌うコツを教えてほしい。上手に歌うコツ、そうですね、目をつぶった時に、この夢の景色にいるような感じで歌う感じですね。
結構抽象的な教え方するやん技術的な感じのこと言ってくれへんやん技術なんて知らないんで。技術なんて知らん人間があんなに上手に歌えるの天才タイプか貴様天才タイプか。目つぶるだけでほら歌えます僕ほらってほんまにこの子今目つぶってますけどまあ後ろ今流れてますけどね、はい、まあでも収録の時とかって、はい、もうスッて終わったんちゃう？2、3回歌って終わりましたよ。嘘やろ？本当に終わりましたよ。2、3回歌ってはい、OK ですってなって、OK です。もうあの曲が世に出ていったの？はい、ありがとうございますって。その時不安な気持ちにならんかった？この前来てくれた山さんなんて、はい、不安になりすぎて、はい、外で話してる様子とかめちゃくちゃ気になったって言ってたし俺も気になってたし、はい、窓に張り付いたし、そんな気持ちにもならずに、はい、OK ですって言われたらあれもう終わりですかみたいな感じで普通に終わっていったってこと？思ったより早終わったやん。ラッキーくらい。軽っ軽っやったまあいや僕めっちゃ聞いていったんで準備満タンでいったんで。待てよ俺らが準備してないみたいな言い方すんなよしてたっちゅうねん人には向き不向きっていうのがいろいろあんねんまあでもね歌うま族やから、まあ、頑張って練習して大西ちゃんに、大西ちゃんの前でこの曲を歌って「加田さんうまいじゃないですか」って言ってもらえるように頑張ろう。はい頑張ってくださいまた大西ちゃんにも歌ってもらう目の前で。じゃあ歌いますね。はい楽しみにしてます。はい、以上リスンミーでした。もしもしベルフェゴールだけど、僕たち兄弟が歌ったオベイミーキャラクターソングプロジェクト第1弾が CD になって Amazon で発売決定だよ。 Amazon の特設サイト amazon.co.jp/ オベイミーレコーズで予約受付中。キャラクターソングだけじゃなくてゲームのテーマソングやオーディオドラマ、それから CD オリジナルの音声特典もつくんだって。詳しくは特設サイトで確認してね。アクゾンじゃなくてアマゾンだからね、間違えないでよ。帰ってきた即興嘆きの館劇場。オッケーこちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇したお話を見てみたいというアイデアを留学生の皆さんから送っていただき、オリジナルストーリーを制作し、僕と大西ちゃんが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい。いや前回、ね結構激しめやったよね。そうですね、激しめ、僕はなんか溝落ちに入れられたりやらいやしましたけども、寝れないからといってね毛布を貸してあげたのにその毛布もバカにされるというような感じでしたけども、まあ、今回もなかなか激しいような気がするんですよね。そうですね、個人的にはまあ前回のねオタク FM で、レビアタン先生のオタク FM で非常に好評やったということで、今回のオタク FM アニメ&チルでも引き続き即興劇に挑戦していきたいと思っていますと、いうことなんですけど、疲れるんですよね。これ毎回言っていこうかな思って毎回文句じゃないけども、結構ね、このコーナーが始まって、でこのコーナー終わるでしょう、その後とその前で、汗のかき方が全然違うっていうのはあるんですよ。まあまあどんな風になっていくんですかね。頑張りましょう。頑張りますかそれでは早速始めていきましょう。今回のタイトルはこちら、ベルフェ早く言ってよ。よし、漫画読むのはこれくらいにして部屋に戻ってゲームしようっと。誰か来る。ベルフェだ。珍しいな、こんな時間にまだ起きてるなんて。待てよ、このタイミングで席立ったら避けてるみたいじゃん。いや気にしすぎ。どうしよう。こっち来た。ここいい？いいよ。こんなに広いのになんで真正面？
しかも枕も持ってない、寝ないってこと？さらに立ちにくくなっちゃったじゃん。てか妙に緊張するな。あ、そっか、ベルフェと二人きりってだいぶ久しぶりだからか。あれだよね、ベルフェが枕持たないでライブラリに来るなんて珍しいね。何しに来たの？いや、そんなことよりさ、美少女宇宙寿司職人シャリコって知ってる？そんなことよりさってひどすぎない？せっかく僕がない勇気を振り絞ってたな、この気まずい空気を。ちょっと待って、今シャリコって言わなかった？ベルフェが？ベルフェ、今なんて？今なんて言ったの？だから美少女宇宙寿司職人シャリコって知ってるって。知ってるよ。ベルフェも知ってるの？最近知ってさ、すごいタイトルだからちょっと気になって。ありがとう。まさか美少女宇宙寿司職人シャリコちゃんの話ができる兄弟が現れるとは。泣ける。大げさじゃない？そんなにテンション上がる？上がる。で、誰推しなの？誰？推し、まだそこまでは詳しくないんだけど、その中に出てくる醤油男爵ってキャラがね。マジで？一緒だよ。一緒。僕も醤油男爵推しなんだ。シャリコがいろんな寿司ネタ男子たちに目移りするけど、結局いつも一緒にいるのは醤油男爵だって気がつくとこ最高だよね。いや、まだそこまでは。そうなの？じゃあ貸すね、ブルーレイボックス持ってるから。あとさ、転生戦隊誰なんじゃは知ってる？おめでとうって何？ありがとうを超えてもうおめでとうだよ。まさか兄弟とシャリコちゃんの話だけじゃなくて誰なんじゃの話をする日も同時に来るなんて嬉しすぎ。そうなんだ。じゃあもう一つだけいい？何？まだあるの？ピラキラは知ってる？ベルフェ、僕を喜び殺す気？アニメ君が作ったきんぴらごぼうはもう他の誰かが食べているのかい？とびしょびしょ濡れた手紙を送ったら嫌われてしまうのだろうか。略してピラキラの話までできちゃうわけ？正式タイトルの略し方すごいね。あとそれ絶対に嫌われると思うよ。やっぱりピラキラの推しは木陰先輩。そうだよ、いつも木陰から主人公を見守っているだけの木陰先輩。嘘でしょ？嬉しすぎ。何？今日僕フラグ立ってる？死んじゃうの？ちょっとさ、木陰先輩の見守る時のポーズしてみてよ。やる。木陰に隠れてこうでしょ？こう。やっぱり間違いない。間違いない？これデビル柄で見つけちゃったんだよね。うわっ！このアカウントのコスプレしてる人ってレビーでしょ？そうかな。やっぱりたまたま知り合いが高評価してて出てきたんだ。すごく似てるし、醤油男爵のマントがルシファーのマントっぽかったから。そうなんだ。すっきりした。コスプレだとメイクしてるし堂々としてるから確信持てなかったんだよね。ちょっと待って、じゃあ今言ったアニメどれも見てないの？このアカウントで見ただけ。推しの話は？コスプレしてたからレビーの推しなのかなと思って。そうなんだ。あれ、なんかテンション下がってない？顔も赤いし。いや、そんなことはありません。では僕はこの辺で失礼します。さよなら。急に？ねえ、ちょっとねえってば。言っちゃった。さっきまであんなに楽しそうだったのに。そうだ、レビー、コスプレのアカウントすごくいい表情だからみんなに教えとくね。あれ、戻ってきた。それだけはやめてさあ、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？はい。大きなため息が。いやさ、もうこんなん言ったらあれかもしれんけど、分量バランス違いすぎてそんなことない5行言ったら僕1行みたいな。そうやっぱしょうがないんやけどそういうキャラやし、レビアタンやからしょうがないんかもしれんけど、そしてあれやな、美少女宇宙寿司職人
誰やこの単語考えたどこに文句言ってんねん俺らほんま。美少女宇宙寿司職人ってなんや。いやそれを言ったらもっとすごいのあったで、あれやよ、ピラキラアニメ君が作ったきんぴらごぼうはもう他の誰かが食べているのかいとびしょびしょに濡れた手紙を送ったら嫌われてしまうのだろうか。なんやねん何やねん一部分切り取りすぎやろアニメのどこのピラとキラを使っとんなあほんまこれめっちゃおもろいわほんま。ピラキラいや抜群の相変わらずの即興劇でしたけどいかがでしたでしょうか。お兄ちゃんはどうやった？なんかこのアニメが気になって逆に本当に作ってくれないかな。どっちよ？シャリコもう全部シャリコも誰なんじゃもピラキラも、そういうとこが気になっちゃった。こういうところからまた物語が派生していくかもしれんよね、どんな物語がまた飛び出してくるか分かりませんけども、このコーナーでもね留学生の皆さんからウェイミに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇したのを見てみたいというアイディアや妄想を大募集します。各 SNS でハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上、帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。ラット新聞部ラジオ出張版。こちらはオベイミープロジェクトに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。最新情報なんですけども、僕また何も持ってないんです。かわいそうにかわいそうな子扱いやめてお兄ちゃんがじゃあまた持ってると。しゃーなしですよ。もうしゃーなし僕にも教えていただけますか？じゃあね2つあるのでまず1つ目から。なんとですね、ナイトメアでコミケがテーマのカードがマジで出ます。マジで？コミケというと有名なあれですか？あれですよ。すごい。コミケということでね。ということはやっぱりあの方がいますよね。じゃあ UR2 枚あるのでありがとうございます。ありがとうございます。まず1枚目。OK。ベルゼブブです。しょうがない。1枚目はね。でもコミケっていうと連想するのはやっぱりねオタク的なねものそれに連想してしまいますよね。ってことはもう1枚はベルフェゴールです。ありがとうございます。おかしいやろがいありがとうございますちゃうねんほんま。あと SSR がソロモンとなっております。全然おらんやんけ影も形もありません。でもさすがにさデビーグラとかのストーリーには関わってくるんじゃない？さすがに。それはちょっとわかんないんですよ。見てからのお楽しみということでなるほど。あとですね、ベルフェゴールの絵柄がですね届いておりまして、なんと、花瑠璃タンの衣装を着てます。ちょっと待って、コスプレしてます。待って第2話の大事な見どころ潰していくんやめて全部重なっていきます。自分でかっさらっていくんやめてベルフェリタンとしてやっていきます。ベルフェリタンって言うな花瑠璃タンをベルフェリタンって言うな。しかもなんかあれやな、ちゃんと語呂いい感じで収めやがって。ベルフェリタンです。ベルフェリタンですか？じゃあ2つ目いきましょうか。2つ目今年もですね海水浴がテーマのイベントがやってきます。でこのイベントはですねUR でルシファ、SSR でマモン。もうそこいいです長男次男いいですあとメモリーカードですね、UR でサタンとルークとレビです。ヘイ出るよ。やったぜ。で SSR もアスモとシメオンで。いいねメモリー UR。絵柄はどんな絵柄は？絵柄ではですね海水浴場で楽しんでいる彼らという感じです。あれやな、自分の UR 説明するときと全然熱量違うけど気のせいかベルフいないんでここにベルフいないんで、でなんとですね今年はですねなんと水着の衣装が手に入ります。なのでホーム画面でこの水着の衣装手に入れて使っていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひ手に入れてください。この夏も楽しみが盛りだくさんですね。盛りだくさんです。ゲームのアプリを起動してね、確認していただきたいと思います。はい、いずれも詳細につきましては公式ツイッターなどでご確認ください。はい、以上ラット新聞部ラジオ出張版でした。はい。お送りしてきましたオタク FM ですが、そろそろお別れのお時間です。お兄ちゃんいかがでしたか？いやー、悲しいですね。もう終わってしまいますああ、終わってしまいます。やめて絶対嘘やめてさっきまでのバッカーンテンション上がってたところから急に振れ幅すごすぎるんですけどもいや、あっという間の、はい、楽しかったです。いや楽しかったね。ありがとうございます。なかなかね、こういうテンションの高いお兄ちゃんっていうのはね、お目にかかれないのでね、はい、この間で、はい、出ないんで一緒に喋ってて楽しかったですけどもまああれやね、はい、今回は最初からフルスロットルやったね。はい、フルスロットルでした。絡まってなかったでしょうか皆さん舌は絡まってたかもしれんねだからね、硬さも一緒ですから。はい、すいませんまあちょっとずつマシになっていってるような気はするんですよ。はいはいはい、そうですね雑すぎひん流す言葉がもうびっくりするわ。まあこう第2回ということで、はい、まあ次回以降も続いていくんですけども、はい、まあ次回のオタク FM には、はい、ベルゼブブ役の矢口恭平さんが遊びに来てくれるそうです。六男双子。はい、そうでございます、はい、あ、思い出した。何ですか？矢口さんといえば、はい、俺あの方に言われたやん。前回ね、はい、ハッシュタグのハッシュタグをハッシュって呼んでて、俺ずっとハッシュあれ恭平さんに言われてん、そうじゃないの、あ、それでいいよって言ったのに、あの人、はい、その後、はい、いつまで間違えてんだよ今度来た時絶対言ったろうと思うまあちなみに、はい、アニメの第3話なんですけども、はい、人参プリーズというタイトルで、はい、でこちらは、ゲームでも好評でしたバニーボーイ姿の兄弟たちが登場する回となっております。おTBH でもね、はい、僕らに頭ゆさ耳つけられましたけども、はい、アニメでもしっかりバニーボーイやると、ちゃんとやるということなのでこちらも楽しみにしていただきたいと思います。はい、お兄ちゃんまた来てください。はい、また来ます。はい、ぜひぜひお待ちしております、はい、ということで今回のオタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はガチオタ三男レビアタン役の加田聡とベルフェゴール役の大西聡でした。バイバーイ。長い動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。